皆さんこんにちは。こちらはソニー XBA300 です。発売は2015年。実売価格は28,000円前後でした。これは3個の BA 型ドライバーを搭載したイヤホンです。シングルの BA 型はレンジが狭くて歪みが出やすい欠点がありました。ドライバーをたくさん使うとこれらの欠点が改善されて音が良くなるのでしょうか。今回は3個の BA 型ドライバーを搭載したイヤホンの性能を確認します。このモデルのスペックは次の通りです。この製品は3個のドライバーを搭載したトリプル BA 型です。ドライバーユニットはフルレンジ、ウーファー、スーパーツイーターの構成です。スーパーツイーターはハイレゾに対応するためでしょう。リニアドライブというのは歪みが大きい BA 型の欠点を改良したソニー独自の構造です。これと類似のモデルに次があります。XBA の3桁シリーズはこの2つです。今回ご紹介するのは3個の BA 型ドライバーを使った XBA300 です。XBA100 はシングル BA でした。過去の動画でご紹介していますので、動画の概要欄をご覧になってください。イヤホンの測定にはカプラーが必要です。自作のカプラーを使ってイヤホンの音を測定します。こちらが測定結果です。まずはインピダンス特性です。ベースは18オームです。この数字にはケーブルの抵抗が含まれます。広域のピークは F0 の共振です。この製品はドライバー3個ですが、山が2つしか見えません。3個のうち2個は同じドライバーのようです。このようにカーブが大きく変化するイヤホンはアンプによって音が変わることがあります。イヤホン本来の音を聞くためには出力インピダンスが十分低いアンプを使う必要があります。こちらは周波数特性です。全体的にうねっていて中広域がデコボコです。密閉型は F0 までがフラットで F0 から上は共振共鳴で出る音です。そのため F0 から上はピークがたくさんできてデコボコになるのが普通です。シングルの BA 型は低音がフラットでしたが、これはウーファーのおかげで盛り上がっています。点線のハーマンカーブは耳の長管特性です。イヤホンの特性がこのカーブに一致するとフラットに聞こえます。こちらはハーマンカーブとの差を取った結果です。これは水平でフラットな音になる周波数特性のグラフです。低音が弱いという BA 型の欠点が改善されています。全体的にデコボコしていますが、低域と高域のバランスが取れているので、大きな違和感は感じないでしょう。こちらは 1mW の歪み率です。1mW は普通に音楽を聴くときの音量です。人間の聴覚限界は 1% です。1% のラインが一つの目安になりますが、そのラインギリギリの特性です。F0 で歪みが拡大しないのはトリプル BA のおかげでしょう。こちらはイヤピースの違いです。オレンジは大きすぎるイヤピースを使った場合です。かなり違いますね。オレンジは低音が全く出ていません。耳の穴に合わないイヤピースを使うと、このように隙間ができて低音が出なくなります。イヤピースは耳にぴったり収まる小さめのものを選ぶといいでしょう。
ケーブルの抵抗値を測ります。往復でだいたい 1.7 オームです。この数字からするとリケーブルする意味はあまりありません。そのまま使うのがいいでしょう。このイヤホンの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番のイヤホンの音はカプラーを使って録音した音です。カプラーで録音した音は耳に入れて聞いた音とは違います。補正カーブはカプラーで録音した音を耳で聞いた音に変換するカーブです。これで耳に入れないと聞くことができなかったイヤホンの音をスピーカーから出して聞くことができます。この補正カーブは研究段階です。イヤホンの音は参考程度にお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれ音楽室の古いピアノにもたれて音楽室の古いピアノにもたれてシングルの BA 型はレンジが狭い欠点がありましたが、この製品は3個のドライバーを使ってダイナミック型と遜色ない音質を実現しています。周波数特性はデコボコですが、低域と高域のバランスが取れているので大きな違和感は感じないでしょう。BA 型のイヤホンにはドライバーを4個以上使った商品がありますが、4個以上はあまり意味がないと考えられます。無駄にたくさんのドライバーを積み込んだ BA 型は趣味のアイテムと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。